おはようございます。こんにちは。こんばんは。チョコレートの妖精です。今回は2人はプリキュアの37話から40話まで見ていきます。前回すごーく面白かったですね。3話にかけてリレーが行われたんですよね。中間の35話ですごいわかりやすくこれリレーですよって説明ありましたもんね。2人はプリキュアってすごくわかりやすく作られてて、対比構造とこの関連構造っていうのですごくわかりやすく描写してくれるんですよね。こことここ似てませんか？見比べてくださいって、ものすごく主張してきてくれたのですごい本当に分かりやすかった。うん。で、その33話から36話にかけて何が描写されたかというと、ズバリ他人から見える自分ですね。そう。まず33話のえーっと33話の、V ゲット心でつなげ光のパスラインっていう、志保さんかな、ラクロス部の、前の試合でミスしちゃえそのまま失点につながっちゃったことで落ち込んでたんだけれど、そこに練習でチームメイトからの少し強い言葉を受けて、それに過敏に反応しちゃって、さらに落ち込んじゃってちょっと減らっちゃったんだよね。うん、でそれって彼女にとってどういう状態かっていうと、もうすごく他人からの目が気になる。みんな経験ありますよね。相手選手すらも嘲笑しているかのような目で見られる。うん、だったら味方なんて、おーブツブツ言ったけど大丈夫かな。味方からの視線なんてもっと怖くて見てられないっていう。もうみんな表面上は頑張れとか大したことないよって励ましてくれるんだけれど、内心どうかわからない疑心暗鬼になってしまうっていう。恐怖心なんですよね。この他人からの視線っていうの。そういうので苛まれて、自信なくすし、もうラクロスから逃げるために、ほのかさんじゃねえ、渚さんに相談までするっていう。でも渚さんもやめろとは言えないから、またずるずる大会当日まで引きずっちゃうんだけれど、そこに追い打ちをかけて教頭からの勝ちなさいっていう圧力。学生社会人問わず、あらゆる環境でこの自分を苦しめる他人の目、さらに成果を求めてくるっていうとんでもないプレッシャーがかかるお話でしたね。で、結果がどうなったかはまたちょっと後ほどお話ししますね。続けて34話。ここで細かく描写されたのは、自分とつまり当事者とそれを見る第三者、またはその第三者は自分とその関係値でそれぞれ見方が違うよっていう話でしたね。だから志保さん自分の内側に抱えてるこの恐怖心あるんだけれど、その第三者は別にそんなの関係なくて見たいように見るっていう。でこの回は結構顕著に渚さんがずるい女として描写されてて、ほんとずるい女でしたよね。志保さんあんなに悩んでたのに、この次の回では渚さんがちょっとしたミスしてもボケをかますだなんて、もう笑い事にされるわけですよ。
だから、やっぱ志保さんとこの渚さんとで、やっぱり失敗へのイメージとか価値が違うんですよね。第三者から見て。そう、個人じゃないですよ。第三者。ここが重要です。で、そんな渚さんにイライラしてる子もいたんですよね。前もちょろっと登場した、このベローネ学園のマドンナこと、ともかさん。そう、ともかさんって、いいお家柄だし、お嬢様だし、学校のみんなからもすごく期待されてる生徒なので、失敗が許されないキャラクターなんですよね。で、前のエピソードでもそのことで悩んでたんですけれど、その時はうやむやになってしまいましたね。で、そんなともかさん、やっぱこの渚さんが失敗してもギャグになってしまうっていう、これが気に入らないんですよ。そう。で、悔しいですよね。僕らも似たような経験ないですか？自分失敗した時めちゃめちゃ責められるのに、他の人、同じ失敗しても全然責められないみたいな。責められたとしても、なんかちょっと程度が全然違うとか。そう、それです。そう。またこの渚さんの両親も、賛否両論あって、お父さんっていうのは、やっぱり結構渚さんのこと褒めちゃったんですよね。そう、ミスしても、みんなの空気いいじゃないかみたいな。そう、それが渚だって、良さが出てるよって言うんだけれど、お母さんはそうじゃなかったんですよね。ちゃんと分かってる人から見た視線。そう。お母さんはね、いつものみたいな感じでしたよね。ちょっとセリフよく覚えてなかったけれど。で、まあ、このいろいろな人からの渚さんの評価っていうのが、セリフでいっぱい出てくるんだけれど、まあ、要するに、面白い女として第三者からは見えてたんですよね。そう。で、やっぱり、ともかさんそれが気に入らないから、嫉妬心に火がついちゃったんですよね。そう。で、この嫉妬心、まあ、敵まではいかないんですけれど、そう。やっぱり、プラスにもマイナスにもなってしまう、この人からの見られ方。そう、その人の立場とか、やっぱ環境で見える自分の姿って変わってきちゃうって。そう、そういうちょっと複雑な回だったんですけれども、そう、そこで、笹倉とかいうなんかポットでのね、変な野郎が出てきたわけですが、この35話でいきなり渚さんに告白するんですよね。うん。ちょっと、35話のテーマか。先に。35話のテーマは、うん、他人が見たいのはその人への興味がある部分だけっていう話ですね。そう、まあまさにお父さんもそうだったんですけれど、まあ渚さん、みんなの人気者で、だからこそみんな渚さんのいい部分だけ見たいよねって。で、この笹倉っていう男、まあまさにそれですごく自己中だったんですよね。うん、そう。渚さんへの興味示して、でも渚さんの都合とか聞かないで、栗拾いに誘って、そう、しかも話聞かないわ、空気読まないわ、約束の時間に遅れてくるし、渚さんは気にしてなかったけれど、木を蹴って栗を落とすっていう粗暴な面もあんま良くないっすね。で、極めつけに、俺元気な女の子が好きだからって。そう。この言葉すごく僕イラッときたんですよね。元気な子だったら誰でもいいのかって。そう。そう、なんか渚さんの個人じゃなくて、元気な子っていうすごい広いくくりで囲って、このたまたま
その元気な子に一致していて、かつみんなからも人気あって、あ、なんかいい感じかなって思ったんでしょうね。で、まあそんな笹倉くん、突如現れたこのキュアブラックに理想を見出してあっさり乗り換え上がりましたね。そう、やっぱり渚さんじゃなくてよかったんだ。確信を持ったシーンだったんですけれど。うん。そう。だからほんとこの回って分かりやすくて、やっぱ他人って見たい自分のことしか見てくれない。まあ目につくところ、それっていいところでも悪いところでも一緒で、まああるじゃないですか。よく自分に文句言ってくる上司、自分のいいところなんて何一つ褒めてくれないのに、この些細なミスばっかりチクチク言ってくる陰湿なやつみたいな。そういうことです。うん。そう、良くも悪くも、そうね、本当に、攻撃したかったら、やっぱその人のあら探すし、小銃とか、まあ、そういうやつですね。うん。で、この他人から見える自分って、つまり何なのって、結構やっぱ35話でもそうだったけれど、見る人によって違うって、うん。で、それってつまり、あれですね、僕、推しの子の同時視聴もしてて、そこでも説明したイデアですね。うん。イデアっていうのは、実体のない形、つまり、人間の脳が生み出した想像の中の世界です。もっと簡単に言うと、そうね、アイドル。そう、まさにアイドル。そう、この人素敵なのってこういうところあるからって。でも、そのテレビから見えてるその人って、やっぱ表面上でしかなくて。で、やっぱり、ファンはいろいろ想像するわけじゃないですか。私生活だとか。そう、テレビではこうだから、きっと、楽屋とかでもこうなのかなみたいな。ちょっと陰湿だったか。そう、その部分ですね。想像の部分。うん。そう。で、みんな、その人の好きなところしか、まあ、悪く見たければ、その悪い部分をどんどん想像の中で肥大化させていくんですよね。で、それを育て上げたイデア。それが他人から見える自分です。そう。この相手の印象、そう、印象ですね。真実とは関係ないことがほとんどです。うん、この笹倉くんも元気な女の子っていう、その、一つの要素だけで、渚さんのことをデートに誘いましたし、そう、この元気な子と、このリレーで頑張る子、みんなから笑いを取れる子、つまり面白い女の子なのかなっていう、間違っちゃないですけどね。でもざっくりこの笹倉くんのイデアの渚さんっていうのはそういう子になってたんでしょうね。まだ解像度低くて、そのもやがかかってたんでしょうけれど。そうで、つまり何が言いたいのかというと、他人からの目を恐れることはないっす。他人は自分と関係性、それで見えるものが違います。またその見えるものっていうのはその人の見たいものしか見れてないっす。じゃあどうやって誤解なく自分を示すか、それは結果ですね。はい。これで33話に戻って、そう、志保さん。
最後に結果出しましたね。パスつないだだけじゃなくて、渚さんからのパスを受けてシュートを入れる。ちゃんとチームに貢献して、チームを勝利に導くっていう、誰も見間違いない結果を上げました。そう。これが、この3話かけて、3話のリレーをかけて言いたかったことですね。先生みたいな口調になってる今。そう。この回本当に面白かったから、僕もテンション上がっちゃってるんだよな。うん。そう。だから、自分が思うこの自分っていうのと他人から見える自分っていうのは本当に違うもので、でも誤解なく自分を自分として他人に示せる唯一の方法、それは結果を出すこと。うん、そうつい一昨日か、ブルーロックの同時視聴もやってて、そこでも結果の話してました。タイムリー。うん。結果を出したやつは認められる。逆に結果を示さなかったものは信用されないっていう話をブルーロックでもやってたんですけれど、そう。それくらい、結果って、決定的で強力な、この、自分の証明なんですよ。そう。仕事できる人って、ちょっとだらしないところあっても、まあまあまあって認めちゃうじゃないですか。あれです。説得力ですね。それを持たせるのが結果です。だから、他人にごちゃごちゃ言われるのが嫌だったり、目線が気になるんだったら、なんか一発でかいの打ち上げましょうっていう話でしたね。ふう、語った。はい。で、そんな感じでしたが、あともう一話あったんだよな。自由をつかめ、万人決死の大脱走。これも結構面白かったですね。万人って、今までちょいちょい出てはいたものの活躍っていうものなくて、またこのキャラクターを掘り下げるエピソードっていうのもなくて、なんか本当に必要だからいるだけみたいなキャラクターだったんですけれど、そう、彼が主人公になることで、敵味方両方が探すっていうちょっとわちゃわちゃした回になってたんですよね。で、この敵側のザッケンナーの方も新キャラ出てきて、そう執事のザッケンナーとなんか全員執事か出てきて、そうなかなか笑わせてくれるんですよね。そう、今までにないこのギャグテイストというか、またちょっと真新しさがあって、やっぱプリキュアのヴィランってすごく可愛いんですよね、みんな。そう、今戦ってる闇の戦士たちも最初ちょっと怖かったんだけれど、なんかキャラクター性が付与されてくごとになんかどんどん可愛い部分が目立ってくるっていう、そう、なかなか面白いキャラクター配置でした。はい。で、そんなこんなで、今日は37話から、いざ初舞台、負けるなロミオとジュリエット、負けるな。何が起こるんでしょうね。見ていきましょう。というわけで、もう20分もやってる。前振り20分ちょっと長かったですね。すいません。よし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 。じゃあ、いつもの。僕は D アニメストアで視聴します。他配信サイト、Netflix とか、ABEMA とか、DMMTV とか、DVD でも同時視聴できるので、右上のタイマーのカウントに合わせて再生ボタンを押してください。ほとんどのメディアでは東映さんのロゴが映るので、右上のタイマーでは15秒から
本編開始になります。この東映さんのロゴが映らない媒体の方は、この15秒からスタートお願いいたします。また僕の方でも、本編スタートって声かけしますね。それに合わせて再生ボタンを押してください。あと、僕のリアクションとか考察とか、面白かったら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。というわけでお待たせいたしました。見ていきましょう。よいしょよいしょよいしょっと、タイマーの準備してます。はい、お待たせいたしました。それじゃあ、37話、見ていきます。カウント開始。4、3、2、1、スタート。はい、いつもの東映さんのロゴですね。はい、本編開始。なんでこんな不穏な BGM。前回のプリキュアありがとう。そうね、結局ね、向こうに戻っちゃったんだよね。いつもの。あれ、でもサムネイルでは、志保さんね、また活躍するんだ。すんごいげっそりしてる。最強？戦うのか？結構、なんだろう。このさっきの BGM といい、ちょっと不穏だし、サブタイトルがさ、物々しいんだよな。一体、どんなロミジュリが始まるっていうんだ。いや、ロミオとジュリエットって、そもそも殺伐とした話だけどさ、ね、イタリアンマフィアの、構想の中での恋愛劇だからね。あの、ディカプリオも主演やってたロミオとジュリエットは、あれブラジルマフィアの話だったけど、そう、まあまあまあ、一緒一緒。そう、どっちもね、なんか結構過激だからね、やっぱり。そう、このファミリーの一人が犠牲になって、それを引き金に、あの、両家、引くに引けない泥沼の血で血を洗う抗争劇になってしまうが、プリキュア版はどうなるのかな？バチバチなのか？なかなか見せてくれないな。仮縫い。珍しいね。文化祭の衣装作りで仮縫いのところ描写するの。あ、まあ、中学生だからね、黒歴史の一つや二つあるよね。まあ、それはそうと偽物は良くないよな。思いっきりやってみたら、これ言ってくれる先生嬉しいよね。僕の学生時代はあんまりなかったな。美術の先生は、横山大観の水星ルテンとか模写していいよって言ってくれたけど、
ほんとなんか生徒に遊ばせてくれる先生ってあんまいなかったな、僕の環境では。そう。なんかちょっとみんな別々のことやるんだよな、こいつら。なんか同じところにいるのにみんな全然、この呼吸が合ってないというか、ジャークキングさんおっかないからな。え、いや、でも、筒抜けなんじゃない？ジャークキング様、地獄耳だよ。ああ、なるほどね。経過はどうであれ、最終的に持ってくればいいと。最初の頃はね、結構出番あったけど、おとなしくなっちゃったもんな、途中から。わかるよ。劇のセリフを覚えるの難しいよな。特にこのアレンジが入っちゃったやつは特に。っていう、この子たち原作ちゃんと読んでるのかな？ハリウッドは結構下積み大変だぞ。ハリウッドといえば、あの、キラキラプリキュアラモードの、えっと、やばい、名前出てこないや。いや、とりあえずこっちに集中しよう。ああ、でも演技ってちょっと学校に似てるかもね。先生は好きにやっていいって脚本家に言ったけれど、演者に自由って許されないからな。あ、ここやるんだ。まだまだこれすごい序盤のところだよね。アニメの中でここやってるの初めて見た。アクションメインでやるの？ロミジュリ。いや、むしろさ、無血ロミジュリとか、そういうの目指せば評価されるんじゃないか、脚本家として。ねえ。そう。今の時代どうなんだろう、ロミジュリってコンプラ的に結構アウトだと思うんだけれど、どんなお芝居なんだメポ？ものすごいざっくりしてるな。
といい例えですね。保険？カンニング役？お父さんはお仕事かな？フジピーには来てもらわないとな。笹倉はもう顔見たくないけど、フジピーには来てもらわないとな。OB の先輩も来てるじゃん。へえ。見てるだけ？あら、スルー。これは恥ずかしいけれど、アドリブ。あらあらららら。感情移入して見る側とすると結構ハラハラするな。この特に前回のさ、人から見える自分っていうテーマ描写されてからのこれだからさ、すごくちょっと今、ひりついてる。ちょっと胃が重たくなってきちゃってるもんな。すごいなんかメランメラのネクタイしてる。礼服の葬式用のネクタイかなってくらいメラメラしてた。兄貴？お兄さん、まあ、いっか。お兄さんだったらもっといい格好するだろうって言うけど、ちょっとあれなのかな、マフィアじゃないのかもな、設定。マフィアじゃなくて、なんかもっとファンタジー寄りなのかもな。モンタギュー家って騎士号を持ってるお家の一つなのかもな。あ、これザッケンナーか。普通に演者だと思った。今回ザケンナーすごく怖くない？まあ、急いでるからね、言葉が少なくなっちゃうよね。
アクション始まった。なんかちょっとキャラデザ違うよな、このザッケンナーだけ。書いてる人違うのかな？まるで学校ですね。ああ、生徒なんて大人たちの思い通りになるもんじゃないから。ちゃんと持ってるんだ。いやでも、変身しないでもザケンナーとタメ腫れてるのすごくない？あ、さすがにさすがにこの人は無理でしょう。もう手振っただけでこれだもん。ああ、めたいこと言っちゃうと、これもうじゃあ37話で終盤差し掛かってるからな。そろそろちょっとこの正体周りの、ああ、すごい顔してる。イベント入ってきてもいいよね。もうプリキュア行っちゃったぞ。最近巷を騒がせている謎の戦士たち。そう、プリキュアっていう名前は結構触れ回ってるんだもんね。ほう。深いね。3人、最初みたいに3人で戦えばいいんじゃ、あ、京都、あ、外雨降ってたんだ。ああ、落ちてなかった。ああ、でもこれ、屋根突き破って、この舞台変更するの、ドラゴンボールの監督っぽいな。さすが。これ普通にさ、空浮けるのずるいよな。いつもの。いや、でもこれお客さんたちからこの状況見えないじゃん？このあたりやっぱり信憑性出ちゃうよな。うん。どうなるんだろうな、これ渚さんとほのかさんの社会的立場ってやつ。さすがにちょっとみんなドン引きしてたから、何もないってわけないよな？何か追求されると思うんだが、どうやって切り抜けるんだろう？
やっぱり、この勝負の行方よりもそこが気になってしまうな。あ、こっちは押し負けるんだ。闇の戦士たちにも、戦闘力に個人差あるのかな？もうみんな戻ってこれてない。そんなセリフあったっけ？照明ちょっと優秀すぎないか？ノリいいな。放送部か何かがやってんのかな？2人で夜逃げしようって密談するシーンか、ここ。そうね、すごい、すごかったよね。よくわかんないけど、そうな。っていうかこれ本当にロミオとジュリエットか？まあでも、うん、シェイクスピアさんも許してくれるだろう。もう著作権も切れてるしな。確かに、ファインプレーだった。ここでね、渚さん見栄を張ってしまう。あれ？誰だお前。演技じゃなかったからね。お呼ばれされてますよ。でもなんかちゃんと脈ありそうだね。そう、前の誕生日会だと、フジピ割とそっけなかったんだけれど、でもなんかわざわざ誘いに来てくれるってことは、脈あるんじゃないか？うん。さて、ちょっと、この回はどういう回だったんだ？分かりやすかったのは、学校っていう環境は、演技、まあ、舞台に似てるよねってところは分かりやすかったけれど、そう、演者も生徒も多少の自由はあれど、でも厳格で明確にやらなければいけないことはちゃんとあって、そこから逸脱する人はやっぱり役から外されるし、生徒だったら、内申点低くなっちゃったりだとか、最悪定額退学とかもあるよねっていう。うん。学校っていう環境と、この演技の世界ってちょっと似てるのかもな。で、それをぶっ壊した要素が、この闇の戦士との戦いだったのだが、これはつまりどうなるんだ？
何かかかってたかな。まあ、シンプルになんかのイレギュラーでいいのかな。それがあった時はこの限りではないと。うん。あれかな、最後これ、渚さんが、あの、取り繕うというか、ま、言い訳したじゃない？その言い訳の部分、するんだったらうまくしなよってことだったのかな？うん。演技の方では、みんなを納得させられたけれど、でも、この演技が終わって、楽屋で、あの、渚さんがした言い訳は、見透かされてたよね。うん。そう。騙すならちゃんと騙せとも言うけれど、ま、そういうことなのかな。うん。うーちょうーん、子供向けか、これ。ちょっとやっぱり、渚さんのこのストーリーって、ちょっと、薄汚いんだよな。こう、よくね、薄汚い大人になるための階段登ってるって、よく表現するんだけれど、なんかそんな感じするな、今回のも。突き詰めると。うん。もう考えすぎか？そう、ま、でも大人の処世術というか、この、自分の立ってる環境の立ち回りとか、ま、馬鹿正直じゃなくてもいいっていうところ結構あるし、渚さんのキャラクターだからこそっていうのもあるけれど、ああ、でも、そうね、あえて、この、分かりやすい嘘をついて笑いを取るっていうのはあるよね。その塩梅の話でもあるのかもな。大きな嘘は許されないけれど、まあ、ちっちゃいのだったら笑って、ギャグにしちゃえばいいんじゃないのみたいな、そういうところもあったかもな。そう、大人の世界ってそうだよね。そうやってうやむやにするよね。そう、多分そんなところかな。うん。何かでかいことを隠したくて、ごまかすんだったら、うまくごまかせ。で、そんな大事じゃないんだったら、もういっそ笑い話にしちゃいなよ。そういうことかな、この回は。はい、じゃあ次、38話見ていきましょうか。ガッツでゴー！領土のお使い大作戦。お使い？今更？38話で？はい、見ていきましょうか。じゃあ38話、カウント開始。4、3、2、1、スタート。コーヒー飲みます。はい、本編開始。これは渚さんの思い出か。乱入ね。これは、そのまんまかな。災害として、学校生活送る上で、どうしようもない突発的な障害っていうとやっぱり災害かな。
災害と仮定すると、またちょっと意味違ってくるな、さっきの考察。うん。いや、でも、そうするとやっぱり、ごまかす意味っていうのがなくなってくるから、災害ではないのか。そうかな、やっぱりイレギュラー要素による環境の破壊が適切かな？うん。ちょっとむずかったな、やっぱさっきの37は。こういう構造かなっていうのはわかるんだけれど、ちょっとふわっとしすぎてたな。ああ、そうね、まだプリキュアやってた時代は、この中学生が携帯電話とか SNS もないし、携帯電話持てないし、インターネットも普及し始めた時代だから、連絡手段がなかったんだな。前回も思ったけど、りょうたくん声優さん変わったのかな？なんかちょっと違和感あるんだよな。何らかの理由で元々の声優さんお休みに入って、代わりに、あれかな、どこかの劇団の子役さんが声当ててるのかな？しっかり男の子で、分かりやすくていいね。お姉ちゃんめっちゃ面倒見いいよな。こう、最初の方の水族館のエピソードでもそうだったけど、そうね、渚さんね、なんだかんだ、りょうたくんのこと心配でしょうがないよな。そうね、ちゃんとお姉ちゃんなんだよな。なんかちょっと変わった形のカップだな。ええ、そうなの？ほう。まだこの、視聴者も知らない情報があるのか？なんだろう、前のイルクーボさんとか、
ピーサードさんとか、みんなちょっと不仲だったんだけれど、今回ちょっとみんな仲いいっていうか、ちゃんと会話するんだよな。優しいかよ。語尾、やっぱり、ないと気持ち悪くなっちゃうんだ。ちゃんとメモ残してるの偉すぎ。でもなんか、そういう書き置き弟に見つかっても大丈夫なように、そう書いたのかな。お母さん宛てだったら、ちゃんと素直に書くよね。何今のおなら？怪しいけど、怪しいけどちょっと違うっぽいぞ。マジで知らん誰かだった。ああ、椅子引く。座椅子か？オフィスに座椅子？お父さん何やってんだろうな、これ。雑誌の編集かな？まだガラケーの時代だったね。しかも折りたたみ式じゃなくて一枚板のやつ。安っ。これ、今の時代だったら一杯400円くらいするよね。ああ、こんなところに。ははははは。素直。まあね、あれ、今ないよね。あ。ほんとよかったな。ほう、これは難しい問題。ああ、プログラマーか？
なんか前回とはまた違った意味でそわそわするな、今回。ちゃんとたどり着けたんだ。ちょっとすちょ銀行と保険保険会社多すぎないか、ここ。証券会社も。不動産。え、これ、ああ、え？道聞いただけか？ああ。ま、でも子供なら許されるか。うわ、すご。今じゃ絶対やらないぞ、今の回り込む描写。全部失敗を踏むんだな、りょうたくん。渚さん、なんかちゃんとしっかりしてるよな、こういうところを見ると。いる。面白いよな、こいつ。ま、それはそうと、ビルのビルの中で野っ原とか森ん中とかじゃないけど、今回。え、どうする？フェイトゼロみたいにビルぶっ壊れちゃったら。なんかほんと、今回すごくハラハラする。見てて。ビルん中でどうやって戦うんだろう。駐車場で戦った時は、めちゃめちゃにぶっ壊しちゃったけど。ああ、床が、これはコンピューター？ざけんな、そういえば体が長い系は意外と少なかったな。最初の頃の美術館のやつと、あともう一体くらいいた気がするけれど。
理由が明確でよろしい。ちょっとこの見た目怖いんだけれど、なパソコンが中のデータがあ、とんでもないことになってる。これ下手したら、会社潰れちゃうんじゃないか？りょうた！あ、あ、あ、気づいたか？なんとなくりょうたくんの方はお父さんに出会えそうだな。出会えるっていうか、合流できそうだな。壁をいやー、なんかほんとハラハラするな、これ。闇の戦士が光攻撃。とりあえずあれか、これで、この妖精が、必殺技を打つキーマンになってるということがバレてしまうか。なんかあれかな、もう残り話数も少なくなってきてるから、追い込み感出てきたな。正体バレに迫ったり、プリキュアたちの弱点ではないけれど、でも弱点か？これ打てなくなったらもう積むもんな。そう、プリキュアって、びっくりするくらいパワーアップしないもんな。なんかこう、妖精の力を借りて、強力な攻撃が出せるってだけで、プリキュア自身、パワーアップしてないもんね。優しい。お父さんは見た。まずはね、りょうたくん、褒めなきゃいけないけれど、やっぱね、認めてくれる人いると嬉しいよね。
りょうたくん。なんか、すごい、今ちょっと感動した。一言余計っていうのは往々にあるけれどさ、大切な一言言い逃さないって、いや、お父さんイケメンなのは知ってたけどさ、りょうたくんもイケメンになるんじゃないか、これ。ね。いや、今回のこのテーマはもう明確でしょう、これ。ね。あの、結構あれだな、明確でしょうとか言いながら、多分、2つ3つあるぞ。ま、細分化して多数あるって感じだけれど。うん。ええ、あんまりちょっと個人的には、うん、人に言いたくはないのだが、善行を積めば、ちゃんと自分に返ってくるよねっていう、うん。ま、それと、頑張りはちゃんと見える形でやりましょう。そうすれば、認めてくれるし、自分にリターンあるよっていう、ちょっと泥臭い部分もあったり。うん。で、あと、まあ、本当に大切なの、誰かの善意を無視しない、ちゃんとそれを認めて、言葉で、その肯定を、相手に示してあげるってことかな。これがね、いっちゃん難しい。男の子ほど難しいかもしれない。女の子はね、結構言ってるイメージあるけれど、男はね、言わないんだな、こういうのいちいち。うん。そうね。だからかな、この男2人にお礼を言わせたのって。うん。あえてね。はい。というわけで、じゃあ次39話見ていきましょう。うん、ふん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 。はい。じゃ、39話見ていきます。カウント開始。4、3、2、1、スタート。いや、今日結構疲れてるかもしれない。全然言葉出てこないや。はい、本編開始。結構ね、今日お仕事大変だったからな。休憩時間20分くらいしかなくて、ずーっと動いてたから、ちょっとさすがに疲れてるかもしれない。今今どうなんだろうな、こういう軽口言ってくれる先生っているのかな？あら、おめでとうございます。ちょっとあの、ごめん、ちょっと一言いいか？あの、うん、公務員って結婚しやすくていいよね。公務員だからさ、その、ね、休む
休んだ時の穴さ、簡単に埋められるじゃん。補充が効くからさ、特に教職なんて。そう。あ、うん。それだけです。それだけです。でも先生、恋愛結婚かな？だったらいいな。だったらいいなっていうのは、もう僕、スマイルプリキュアとキラキラプリキュアアラモードを通ってきているから、ちょっとこの表面上の幸せ信じないよ。しかもさ、スマイルプリキュアとプリキュアアラモードと違ってさ、2人はプリキュアってさ、結構泥臭いんよな。しかも薄汚れた大人結構描写してくるからさ、ちょっと素直に喜べないよね。ほう、確かに。あれだよね、多分トランプのジャックを比較したのかな。確かにね、チェスに王子っていないもんね。ナイトとかビショップはいるけれど、うん、なんかちょっと物語性あるか？最終話も近いから。なんか、最近のプリキュア、最近のって2人はプリキュアのこの頃ね、この前回までのプリキュアはっていうのを渚さんに言わせるようになってきたな。そうかな？ああね、先生のこの転勤とか交代って選べないもんね、時期。基本基本的には、学年最後まで持つけれど。へえ。なんで結婚したんだ？あ、僕は結婚の心配とかしなくて大丈夫だけどね。着物買ってるから。女の子なんか寄ってこないだろう。一応説明するとね、着物買ってるとどうして女の子寄ってこないかっていうと、貯金をする気がないっていう意味です。実際お金の使い方、着物だけじゃないからな、僕。そうな。いや、自分語りはいいや、この辺で。黒板
小さいな。すごいごちそう。一人前1万円からってやつな。意外と高いんだよな、あれ。また始まったよ。なんだろう、人間の結婚に関してはさ、普通に祝福できるんだけど、このミップルメップルのさ、この恋愛事情ちっとも応援できない。おばあちゃま、さっきの演劇の時もそうだけど、登場シーンが怖くないとなんかちょっと拍子抜けしてしまう。なんでこの2人はプリキュアのさ、おばあちゃん、登場がいつもホラーテイストなんだろうな。そこわかんなくてさ、ちょっと気になりすぎる。そりゃそうだろう。パッチワークってただのおしゃれじゃなかったんだ。なんか僕の環境だとすごい雑音入るんだけど、配信の環境はどうかな。キルトの本。あ、とっとと。サンバマツケンサンバが流行った時期か。マツケンサンバもこの時期なんだ。ミシンとか使わないんだ。ないのか。あれよな、大人のやってるこの手仕事、子供を手伝いたがりがち。僕にもそんな時期がありました。ちゃんとお礼言えて偉い。もう、基本が、まあそういう話題ですからね。渚さんはね、女の子だからね、しかも中学生の女の子だからね。普通に結婚願望あるよね。で、やっぱりフジピーがいいんだ。 . 。 。。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 
寝た？嘘だろ、おい。寝たのか？寝たっぽい。まだまだこれからだっていうのに。まあでも、そっか。今は夢の話ってことか。結婚、願望だもんな。そうはならんやろ。被服室の椅子、なんか謎にこの穴開いてるのあったな、そういえば。懐かしい。へえ。ちゃんと、珍しいね。アニメでさ、紋付きの着物ちゃんと描くの。当たり前みたいにいるじゃん、お前。斬新すぎるだろ。いや、すごいけど、ちょっと反応に困るわ。なんか、あいつ何も言わないからちょっとリアクションできないんだが、邪悪な感じがするっつってんだろ。あれ？また壁が。壁めっちゃ壊すじゃん、プリキュア。みんなからの打ち明けみんなへの打ち明けがあって、多分1、2ヶ月は経ってるよね。だから、ドツクゾーンってか、この戦いもなんか数ヶ月空いてるのかな？っていうのはつまり、プリキュア時期、前回までは秋っぽかったんだけれど、一気に季節進んでるのかなって。え？プレゼントか。なんかこれは単純に、なんか式場来てたらプリキュアもいたから襲いましたみたいな
やつか？天井高いな。まあ、確かに、自己中よね、どつくゾーン。そう。ピーサードさんとキリヤくんはさ、自分たちの深刻さっていうのを話してくれたけれど、やっぱりこの闇の戦士たちって、中身、あの、バブちゃんなのかな？いきなり哲学。ふんふんふん。えええ、ちょっとこいつ動き面白すぎるな。なんかね、ちょっと動きというか、セリフで表現しない部分ちょっと面白すぎる、こいつ。さっき渚さんたちが言ってたことはちょっと後で、もうちょっと補足しましょうか。あれ？今回はこっち？まあ、ポルンいないからな。でも聞くのか？でもなんかこれ、大丈夫か？最終回じゃないのにオープニング流して、初めてあれ？まだ39話？めっちゃ盛り上がってるけど大丈夫かこれ？逆に不安になるんだけど。お、いけそうか？おっと、ちょっと面白くなってきたな。後で解説しますね。やっぱちょっとこいつ面白いな。普通に勝っちゃったな。さすがにあれか、やっぱ女の子にとってこの結婚ってすごい一大イベントだから、絶対にこの何一つの不安もなく勝たせなきゃいけないから、ちょっとオープニング流したのかな。カメラマンね。僕もこのご時世だけど、友達の結婚式呼んでもらって、カメラマン担当してたわ。
綺麗だけど、なんかステンドグラスみたいで綺麗だけど、こんなん使えないよな。もったいなくてね。多分テーブルカバーとか、そういうの想定して作ったんだと思うんだけれど、こんなん使えないよ。もったいなくて。汚したくないもんな。さすがに空気読んだか？これ僕も教頭かもしかしてって思ったけど、さすがに空気読んでくれた。じゃあさっきちょっとさっき言わないでおいたこと、言いますね。そう、ほのかさんが、幸せっていうのは、つまり規定路線で得るものではないと。そう、自分の頑張りで掴むものだと言っていたんですけれど、ほのかさんは、あの、先生のためにって言ったんですよね。先生の幸せのために、負けるわけにはいかないって。そう、自分のためじゃなくて、この他人のために頑張っちゃう。うん。なかなかちょっと、わかるか？これ。苦労しそうだなっていう。ほのかさんじゃない、渚さんちょっと、幸せから遠い大人になりそうだなっていう。うん。そう、つまり、だからって、渚さんが自分の幸せのために、自分で頑張れないってわけじゃないんだけれど、あの、誰かの幸せのために頑張っちゃうと、自分のチャンス取りこぼしかねないよっていう、そう、なんていうか、この脚本に悪意があるとは言わないが、やっぱちょっと、渚さんに対してちょっと厳しいよね。ライターさん。この、なんだろう、あらゆるこの人生観ぶつけてくるじゃん。すごく。しかもちょっと薄汚かったり、厳しかったり、生きづらかったりするところ全部渚さんにぶつけてくるじゃん。いやえぐいな。そう。だからなんかそうね、子供向けだけではなくて、ちゃんと大人にもこれ人気がある理由ってこういうところなんだろうな、プリキュア。なんかそう、あ、これ私のことだ、みたいなさ、そういう自己投影できちゃうじゃん、プリキュア。そう、この子供時代を歩んで、今大人の世界に身を投じて、身も心もちょっと薄汚れてってる大人たちにもぶっ刺さる描写って結構あったよね。うん。いや、少なくとも僕はちょっと「うっ」てなるところも多少あった。そう。うん。そうね、さっき僕着物買ってるから、僕に結婚は縁がない話だなって言ったけれど、あとそれだけじゃないって言ったじゃない？そう、僕も自分のためじゃないところにお金使ってる、実は。
だからさ、僕のこと好きになってくれる人に、僕こういうことにお金使うけれど、それでもいいですかって。うん。やっぱりそれ言うと離れてくもんね。そう。まあいい断る理由にも使っているのは確かなのだが、そう。でもやっぱそういうことだからね、その、自分のために、頑張る、もっと直接的にお金を使うってことが、まあ、できる人ってすごく尊くて、でも他人のために頑張っちゃったり、お金使っちゃう人ってさ、やっぱ人離れてっちゃうと思うんだよね。うん。そう、もう本当に現実的な問題で、だって一緒になってくれた人にさ、物を残せないし、その人のためにしてあげられるリソースを赤の他人に、分けてるわけだから。うん。そう、私への愛ってそんな半端になっちゃうのってなっちゃう。うん。そう。だからこの渚さんが言ってたさ、先生の幸せのためにって結構修羅なんだよね。そう。完全懲悪の物語でそれ言ってれば、まあ、尊ばしいこの正義感のように映るけれど、ものすごく身を削ってるんだよね。うん。っていうところも見えてしまう薄汚れた大人の視点。多分、このライターさん狙ってます。うん。いやだからほんとちょっと、来るところ刺さるところに刺さっちゃうよね、プリキュア、やっぱり。うん。さて、じゃあ、ちょっとちょっとなんだ、重たい話したけれど、40話見てきますね。カウント開始。4、3、2、1、スタート。よいしょ。お部屋が乾燥してきて、ちょっと喉が、イガイガ。持ってくれ、あと1話。はい、本編開始。え、おばあちゃんの登場シーンがホラーじゃない。ほのかさんしっかりしてるからな。なんかちょっとこの家が傾いてて、なんか不安になる。めっちゃ不穏。あの、プリキュアこの建物が傾いてるっていうシーンも結構使ってるんだよね。不穏になるところで。だから匂わせてるんだろうな。やっぱ分かりやすくて助かる。2人はプリキュア。結構結構あからさまな動線描いてくれるからな。なかなかこの同時視聴向けというか、説明しやすいもんな。そう、なかなか小細工がないというか、見たまんま、もうこれこうでしょみたいな。そう。ま、これだけ言えば見てる人も分かってくれるよねって、ちょっと僕も甘えてるところがあって、
プリキュアの同時視聴は説明簡略しがち。すげえ BGM 不穏なんだけど。そっか。そら中学生だからな。船。まあでもいいんじゃないでしょうか。船はどう料理しても食べられるんで。あ、やっぱり信用か。え？まあ僕も友達ん家で勉強するって言ってゲームやってた口だけど。いや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 闇の旅？食後のお茶。ん？ああ、普通にね。ざけんなってやっぱりキレっぽいのかな。お茶は？あ、お茶は？まあ、うん。ポットは割れちゃったけど、ポットってかカップか。うん。あ、もしかしてジャーキングさんに分からせ食らった後でも、まだ下克上狙ってるのか？お着替えは？増えた。ちょっとめんどくさいことにならなければいいが。あ、よかった。これやっぱりさ、人によってさ、パターンあるじゃん、これって。渚さんと2人が良かったのにっていうタイプとさ、願ってもいないありがとうっていうタイプと、でちょっとひりついちゃったよね。遊んでやろう。確かに、庭の掃除って家ん中より大変だよね。
そういえば、光の園の住人は普通の人たちにも見えるんね。今更だけど。確かに高いか？当時だったら高いか。この時代、人参一袋100円くらいだよね、確か。玉ねぎ苦手なんだ。ジャンボチョコ。たまにね、この渚さんわかんなくなるんだよな。あの、ちゃんと女の子なところもあるんだけれど、あの、ちょっと男の子寄りの子供っぽさがあったりだとか、でも乙女だったり、でね、逆にちょっと薄汚れた大人になりつつある、ちょっと大人への階段登ってる最中の部分があったりだとか。なんだろう、渚さん、主人公なんだけれど、いろいろな要素詰め込みすぎてて、千変万化する、その回ごとに。あ、これって、ここの時代からあるんだ。これ、じゃがいもこんなになっちゃうパターンのやつ。お母さんか？ああ、普通にツッコミ入ったわ。茶色い煮物は美味しいからな。肉じゃがはね、甘さ、辛さのバランスでやっぱ個性出るからな。そうだっけ？なんかプリキュア、初期の頃って、よくわからなくて近寄りがたいみたいな、そういう評価じゃなかったっけ？モテてるんだ、ちゃんと。そう、なんか、ほのかさんってさ、今でこそおとなしいけどさ、1話の頃ってすごく破天荒じゃなかったっけ？なんかおとなしそうな顔してすごいことやってるなっていうイメージだった気がするんだけど。うん。そっか、プリキュアの同時視聴、結構お休み挟みつつやってたからもう半年くらいか。キリアくんな、かわいそうだったよな、この子。何がかわいそうってさ、やっぱり、分かってもらえなかったことほんとかわいそうだった。そう。でも思い返すんだ、キリアくんのこと。
ああ、急なお泊まりしない常識はあったか。なんか、やっぱり、最終回に向けてちょっと、関係性整理し始めてきてるのかな。イルクーボさん強かったもんね。イルクーボさんかと思ったらピーサートさんのところだった。クイーンでかかったよな。そう、結局ね、キリア君どうなったかって描写されてないんだよね。空気読まないな、相変わらず。うーん。なんていうか、ちょっと、うん、大人に大ダメージだよね。いつまでも一緒にいてあげるからって。もちろん。えああ、渚さんあれか、夢だって分かったら夢ん中で、あのやりたいことやり通すタイプか。あ、でも制御はできてないっぽいな。もったいな。え、大自然の中で実験環境を安定させないと実験結果に誤差が出るんじゃな。そう、ほのかさんね、科学部なんだけど結構メルヘン好きなんだよね。んこれ本当にフジピー。は、あー分かってたけど、分かってたけど。そら逃げるわ。こんなん。歩いて追ってくるもんな。怖いに決まってんだろ。へえ。これって、精神攻撃なのか？
なんかたまにあるけど、夢の中で死ぬと結局どうなるんだ？夢の中まで届くの？それ。ああ、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 ななな SE？で、どうなるこれ？夢ん中に持ち込めるのか？あれ。どうなる？あ、来た、来た。来た。夢ん中に。お前らも？ああ、そっかそっか。ああ、ああ、なるほどね。筋は通るんだ、一応。ああ、ここの服もバンクじゃない。すげえ、なんか凝ってるな。なるほどね。一緒に寝てて、ミップルメップルは、なんだ、この変身アイテムになれるっていうか、を兼ねてるというか、うん、一部だから。そう、だからこっちにも持ってこれるっていうか、こっちでも変身できるんだ。なるほどね。いや、一緒に寝ててよかったな。帰らせることができるかな？お、あ、赤いね。結構あれなのな、この頃のプリキュアちょっと、大人に大人に精神攻撃ちょっとしすぎじゃない？これは、うーん、大人の責任のメタファーかな。まあ、大人になるとさ、いろいろ逃げられないことってあるじゃない？ま、仕事だったり、お金のことだったり、ま、さっき結婚の話あったけど、やっぱ親からのさ、大人だからこそ親からの圧力ってあるじゃん。そう、僕なんてさ、会うたんびにじいちゃんばあちゃんにさ、早くひ孫の顔が見たいって言われるから、マジで言われるからさ。そう。しがらみっていうとちょっと大げさかもしれないけれど、ね、そういうのあるよね。そう。で、やっぱりさ、子供の頃とか、ま、学生時代、描いてた夢がさ、叶わなかったり、ま、叶えられなくなったり、難しくなった時にさ、やっぱそういう大人としての責任だったり、親族からの期待だったりさ、そういう方向に向いちゃうじゃん。この人生のリソースが。それこそやっぱり絶望なんだよね。っていうのを見せつけられちゃったな、僕は。
ね、ほんとさ、ここ3話くらいちょっと大人への精神攻撃多くない？プリキュア。こんなだったっけ？こういうやつだったっけ？なんかもっとさ、考察しててちょっと楽しいもんだった気がするんだけれど、なんか、ここ3話くらいずっと僕ダメージ受けてるぞ。あれなのかな、やっぱプリキュアをおすすめしてもらった時に、プリキュア、結構ドロドロしてますよって。いや、みんな言うんだよね。面白いっていうのと同時に、いや、プリキュアはドロドロしてますよって。みんな言うんだよね。こういうところなのかな？じゃあ、ちょっと最終回とかどうなっちゃうんだ？ちなみに、キラキラプリキュアアラモードの最終回は、僕ずっと泣いてました。辛すぎて。そう、その様子見たかったら、アーカイブでぜひ見に行ってみてください。優勝まで行ってるんだ。ちなみにどこの優勝？県大会？全国大会？チョコ、好きなのか？チョコレートうまいからな。はい、というわけで、今日も40話まで見てきました。よいしょ。なんかほんと、お話ってか2人はプリキュアっていうタイトルを、まとめにかかってるなっていうのを、すごくひしひしと感じる構成でしたね、今回。そう。ロミジュリのところとか、プリキュアの正体に、迫るかもしれないみたいな展開があったり、このプリキュアが、プリキュアの戦いに及ぼす環境問題、ビル破壊しまくったり。そう。で、あと幸せについての話とかね。うん。そうだよね、渚さんたちプリキュアやってて、ミップルメップル、光の園をドツクゾーンから守っているわけなんだけれど、本来あったはずの学生生活っていうのをすごくリソース持ってかれてるじゃん。ずっとこの光の園とドツクゾーンの戦いが終わらなかった場合、人生かけてリソースこっちに持ってこれるのかっていう、そこまで尽くせるっていうか、ちょっとあえて厳しい言葉言うと、自分犠牲にできるのっていう。うん。そう、ほのかさんは自分の幸せは自分で掴むって言ってて、渚さんは先生のためにって、献身の意思表示をしたわけなんだけれど、二人割れてるんだよね、ここで意見。そう、これもちょっと今後なんかあるのかな。あるいはこの人生、どっちでもいいっていう、メッセージなのかもしれないけど、うん。ただやっぱちょっとあれだよね、僕自身、他人への献身はおすすめしない。あの、本当にすごくさっきも言ったけど、現実的な問題、自分に使えるはずのこのリソース
失うからね、減るからね。誰かのために。自分のためじゃないから。そう。たまに僕言うんだけれど、お金って命だからね。自分たちの。そう。僕たちって、人生の限りある時間を仕事に消費してお金を得ているんだよ。そのお金ってイコール命じゃん。で、そのお金を自分以外の人のために使うって、そういうこと。うん。さっき言ったみたいに、本来ならば、自分の命を削って作ったお金、リソース、自分のために使うのが、尊い生き方なんだけれど、他人のために使ってしまうと、うん、それは自分にとって何になるのかなって、やっぱなっちゃう。そう。まあ、ちょっと泥臭い話、リターンがあるんだったらそれもいいでしょう。でもプリキュアってないじゃん。うん。そう。だから渚さんって本当に損な生き方しそうでちょっと不安。うん。そうね。いやー、渚さんちょっと苦労しそうだな、人生。そう。ね、スタッフさん、じゃあ、ライターさん、渚さんに厳しすぎませんかって言ったのはこういうこと。なかなか、やっぱね、渚さん自分を幸せにするの多分すごく大変なんだと思う。うん。いやーでも、何らかの形でアンサー出してくれればいいけどな。そう。そう、よく勘違いされるんだけれど、僕福祉の今仕事してるから、立派だねとか、よく言われるんだけれど、実際そんなことないっす。あのできるからやってるだけ。実際のところは。そう。他人がやりたがらなくて、でも僕にはできるし、平気だからやってるだけっていうところがあるから、やりたくてやってるわけでも、あのその福祉っていう仕事が立派だからやってるわけでもなく。そう。ね、他人からちょっと立派だったり、正義感だったり、美しく見えているものでも本人にとって違ったりするからな。うん。だから渚さんの幸せの形って僕らは測りようがないんだけれど、またその中で、渚さん、自分の価値として何か見出すかもしれないけれど、だから、あれよな、結局のところやっぱ結果が出ないとわからん。渚さんが幸せになれるかどうかは。でも、難しいわなっていう大人の意見。あとね、一番大切だったのはね、やっぱり、話変わっちゃうけど、やっぱお礼を言えること、あそこ良かったね、本当に。りょうたくんとお父さんがさ、ちゃんと渚さんの頑張り認めて、頑張りとか優しさとかさ、認めて、
受け取ったまんま、で、知らんぷりじゃなくて、ちゃんとお礼言ったり褒めてくれたりしたの、すごい良かったな。で、そう。まあ、伝わる形はそれぞれなんだけれど、僕から見て女の子って結構やってるんだよね。ほんと程度と、伝わりやすさと、言葉の数こそあれ。でも男って全くやらないんだよ、これ。本当に。言わなくてもわかるだろうみたいな。結構そういう態度取っちゃう。ほんと、この前見た銀魂のさ、かぐらちゃんの携帯電話の回みたいな。そう。だからこそ、あれ、男2人に言わせたのめちゃめちゃ良かったよねって思いました。ね。そう。だからね、この同時視聴見てたらね、男の子、どんなちっちゃくてもいいぞ、お礼感謝、褒める、もうどんどんしていこう。うん。これね、本当程度は関係なく大切だから。うん。そう、例えばさ、渚さんって、あんなに苦労したのにとかすごくイライラして、結構ネガティブだったじゃない？でも、その、褒めたり認めてくれたり、感謝されて、もう全部プラスになったじゃん。プラマイゼロどころじゃなくて、プラスになったじゃん。そういうもん。うん。そう。あと今日僕 X でフォローしてる人にリプした時に気づいたんだけれど、なんか嫌なことたくさんあった日でも、何かね、いいこと一つ、まあ例えば仕事終わりにチョコレート食べましたでもいいんですよ。ポジティブなこと一つでもあったら、その一つっていう明確な事実があるじゃない。そう。プラスマイナスじゃないんだよね。そう。人生豊かにするのって、ポジティブなプラスがいくつあったか、一つでもあったら、その日、もう幸せとまでは言わないけれど、その事実は確実に、心の救いになったりするから。うん。そうね。あの帰宅途中、スーパーで買い物しちゃって、労災も下りないけれど、交通事故に遭って、しかもひき逃げで、相手どっか行っちゃって、治療費全額自分で払わなくちゃいけなくなった。しかもこの怪我じゃ明日からの仕事にも支障が出る。どうすりゃええねんっていう最悪なことがあっても、まあでもスーパーで買ったアイスは溶けちゃうか。チョコレートにしとこう。チョコレート、あ、これ美味しいなって。うん。その美味しさの事実は確実にあるから。そう。なんだろうな。本格的に落ち込む一歩手前の歯止めになるというか。うん。そう、本当に些細なもんなんだけれど、小さなプラス一つがさ、やっぱ心救ってくれることってあるから。踏みとどまれることってあるから。うん。それさ、言葉ってプライスレスだから。そう。ね。誰かの人生少し豊かにできると思えば、まあ、言ってあげていいんじゃないか。ねぎらうっていうこと、とっても大切だと思います。はい。というわけで、今日はこの辺にしておきましょうかね。どうも、ご視聴の方お付き合いいただきありがとうございました。またね。
さて、シリーズタイトルまとめに入ってきてる雰囲気が濃厚なのだが、どう落ち着けんのかな。あと10話 ?8 話。うん。結構やっぱこの、渚さんの幸せっていうのがやっぱ結構気になるポイントですね。またキリアくん名前が出てきたのも結構重要なところなのかな。そう、ほのかさん。そう、キリアくんのこと分かってあげられなかったんだけれど、やっぱ気にしてる素振りがあったから、キリアくんを思い出して、そこから何か気づくところってあるのかもしれないな。そう。ドツクゾーンとの和解とかあるのかな。そう。エンディングが楽しみですね。